ちょっと想像してみてほしいんですが、巨大なアフリカ像を一般的な家庭のガレージに無理やり押し込もうとしている状況まあそれは物理的に絶対無理ですよね。仮に力技でやろうとすれば、間違いなくガレージの壁が崩壊しちゃいますよ。ですよね。でも実際、AI の世界でもこれと全く同じようなことが長年起きていたんです。ラマ 8B のような何十億ものパラメータを持つ巨大な大規模言語モデル、つまり LLM をたった1枚の一般的な GPU で学習させようとするのは、まさにその像の例えと同じくらい無謀な挑戦でした。大抵の場合、すぐに OOM、つまりメモリ不足でシステムが完全にクラッシュしてしまうわけです。LLM の性能がパラメータ数に比例して指数関数的に上がっていく一方で、それを支えるハードウェアの要求スペックももう天井知らずに跳ね上がってきましたからね。その結果、最先端の AI 開発は巨大なデータセンターを持つ一部のテクノロジー企業にしかアクセスできない領域になりつつありました。個人や小さなチームにとっては非常に厳しい状況でしたね。そこで今日、私たちが今回のディープダイブで深く読み解いていくミッションなんですが、その不可能を可能に変えてしまった画期的な最新の AI 研究論文についてです。はい。ポエット X メモリーエフィシアント LLM トレーニング by スケーリングオーソゴナルトランスフォーメーションですね。その通りです。単一の NVIDIA H1 訳 GPU という限られたスペースの中で巨大な LLM をいかにして事前学習させるのか。力技のハードウェア拡張ではなくて、数学とソフトウェアの極めて洗練された最適化によってメモリの壁を突破した手法ですね。今これを聞いているあなたは、自分は AI のエンジニアでもないし GPU のメモリ管理なんて関係ないと思っているかもしれません。でも AI の学習に数億円規模のデータセンターが不要になるということは、AI 開発が一部の巨大企業だけのものではなくなるということです。そうなんです。多様なアイデアを持つ人々が AI を生み出せるようになる。これはテクノロジーの民主化の最前線に関する非常にエキサイティングなお話なんです。ハードウェアの物理的な限界をソフトウェアの力で押し広げる重要なパラダイムシフトですね。さて、これを紐解いていきましょう。まず私たちがこれまでぶつかってきたメモリーの壁の正体を明確にする必要がありますよね。はい。現在、LLM の学習において最も標準的に使われている最適化手法に ADAM-W というものがあります。この ADAM-W がとにかくメモリーを大食いするんですよね。そうなんです。モデル自体のパラメータに加えて、勾配とかオプティマイザーの内部状態、そして計算途中のアクティベーションと呼ばれる中間データを大量に VRAM 上に保持し続けなければならないんです。そこで過去の研究でオリジナル版のポエットという手法が提案されたんですよね。正式にはリパラメタライズドオーソゴナルエクバレンストレーニングというんですが、このポエットの核となるアプローチは非常にユニークでした。リスナーの皆さんにも分かりやすいように少し噛み砕いて説明していただけますか？はい。簡単に言うと、重み行列の特位置を固定したまま、特異ベクトルのみを直行変換して最適化するというものです。建物の骨組みの強さを保ったまま、外観のパーツだけを効率的に組み替えるようなイメージですね。直行同値変換とスペクトル保持という概念ですね。ネットワークの全体的な特性を維持するから、学習プロセスが劇的に安定すると。その通りです。理論上はスパース、つまりスカスカな行列を扱うため、パラメータ数も少なくて非常に効率的であるはずだったんです。なのに、ここで非常に興味深いのは、その素晴らしい理論が、現実の GPU 環境では皮肉な結果を招いてしまったということですよね。本当に皮肉な話です。論文のデータによれば、単一の H100GPU で Llama8B を学習させようとした場合、標準の ADAM-W が 76.34GB のメモリーを使用するのに対して、元の PoE はなんと 87.45GB も消費してしまったんですよね。はい。結果として OOM、メモリ不足でクラッシュしてしまいます。効率化するための手法が標準手法よりもさらに多くのメモリを食い潰してしまったと。なぜそんなことが起きたんでしょうか？原因は PyTorch などのフレームワークが持つ自動微分の仕組みと PoE との計算オーバーヘッドのミスマッチにあったんです。つまり PoE はお耳行列を変換するために大規模な行列の掛け算を繰り返すけれど、フレームワークの方は後で逆電波を行うためにこの掛け算の途中経過である中間アクティベーションを全て律儀にメモリーに保存してしまうんです。なるほど。
理論的なパラメータ効率の良さと実際の GPU 上でのメモリー効率の良さは全く別の問題だったわけですね。ええ。巨大な行列演算を挟むたびに中間データが膨れ上がって、現実のハードウェアの壁に激突してしまったんです。ここからが本当に面白いところなんですが、この絶望的な状況を打破して元の PoE との弱点を完全に克服したのが今回私たちが深掘りしている PoE/X なんですよね。はい。彼らは単なる小手先のチューニングではなくて、アーキテクチャの根本的な大転換を行いました。重み中心から入力中心への大転換ですね。このシフトこそが最大のブレイクスルーです。従来の重み中心のやり方は、新しい入力データが来るたびに重み行列そのものを直接変換して新しい重みを作成し、それをメモリに保存していました。それだと無駄が多すぎると。だから PoE/X は重み行列を直接変換するのをやめたんです。代わりにその直行変換を独立した一連の線形マップとして扱って、入力ベクトルに対して順次掛け合わせていく計算式に再構築しました。ちょっと巨大な倉庫で例えてみましょうか。新しい荷物、つまり入力データを動かすために倉庫の巨大な棚、これが重み行列ですが、その棚の配置を毎回全部作り直すんじゃなくて、棚は固定したまま、フォークリフトである入力ベクトルの走るルートを数学的に賢く変更するようなアプローチですね。まさにそれです。これによって巨大な棚の配置換えに伴う無駄な中間アクティベーションをメモリに保存する必要が一切なくなったんですよね。はい。しかも、PoetX の進化はアーキテクチャの転換だけにとどまらないんです。論文を読み進めると、彼らが GPU のハードウェア特性を極限までしゃぶり尽くすために、いくつものカスタムCUDAカーネルをゼロから書き上げているのがわかりますよね。ここからの技術的な最適化の数々は、オタク心をくすぶるというか、まさに計算機科学の芸術と言っても過言ではありません。私もそのセクションには驚かされました。まず目を引いたのが、パーミューテーション、つまり並べ替えの高速化と削減ですね。巨大な行列の要素の順番を並べ替える処理って、計算自体はシンプルなんです。でも、広大な VRAM 上で実際にデータを移動させるため、強烈なメモリ帯域のボトルネックを引き起こすんですよ。通常のフレームワークならデータを物理的に動かしてしまいますよね。はい。でも研究チームは専用のCUDAカーネルを作成して、データそのものは一切動かさず、メモリアクセスのインデックス、つまり目次だけを書き換える手法を実装しました。インデックスの書き換えだけで済ますと、どれくらい速くなったんですか？これにより、並べ替え処理で最大20倍ものスピードアップを実現しています。さらに、元々の数学的な定式化では、4回必要だった並べ替え操作を、事前の操作と巧みに融合させることで2回にまで減らしているんです。単純なハードウェアの最適化だけじゃなくて、数式レベルから無駄を削ぎ落としているわけですね。そして2つ目のテクニカルマジックが、バッチ並列計算ですね。というのは、メモリ容量も計算力も浪費してしまいますよね。最悪のアンチパターンです。だからPoetXでは、この巨大な行列を構築することをやめました。各ブロックを独立した高密度な小さな行列のバッチとして扱ったんです。それを並列処理に回したと。最適化されたバッチ行列積ルーチンに直接流し込む戦略を取ることで、さらに 10% から 30% のメモリを節約しました。無駄なゼロの空間を排除したわけですね。そして3つ目のマジックが、極高性を維持するためのケイリー・ノイマンパラメータ化、通称 CNP の最適化です。LLM の学習中にネットワークの骨組みの強度である極高性を保つためには、この CNP による計算が不可欠なんです。でも逆行列の計算や無限級数の反復的な行列乗算を必要とするため、計算コストが非常に高い。そこで彼らは2つの決定的な工夫を凝らしたんですよね。一つ目は、扱う行列が非共対称行列であるという数学的性質を利用したことです。対角線を境にして符号が反転する対称性を持つから、行列の全体を保存する必要がないということですね。その通りです。上三角部分、つまり行列の半分だけをメモリに保持して、残りは計算時に動的に復元すればいい。これでパラメータメモリ消費を文字通り半分にカットしました。そして2つ目が、現代の GPU プログラミングの真骨頂ともいえるカーネルフュージョンですね。標準的な実装だと CNP の複雑な反復計算のステップごとに低速なグローバルメモリへ中間結果を何度も読み書きしてしまうんです。これが致命的な遅延も生んでいました。シェフが料理をするときに冷蔵庫とまな板の間を何度も往復しているような状態ですね。いい例えですね。
そこで PoetX のカスタムカーネルは、上三角部分のパラメータを一度だけ GPU 内の超高速な共有メモリに読み込みます。オンチップの超高速なメモリですね。ええ。グローバルメモリと比べて大き幅が桁違いに広くて、レイテンシも低い。この共有メモリ上で複雑な反復計算をすべて一気に完結させてしまうんです。つまりまな板の上で全ての調理を済ませてしまうと。そして最終的な結果だけを最後に一度グローバルメモリへ書き出す仕組みですね。このカーネルフュージョンにより、メモリアクセスのオーバーヘッドを劇的に削減して、この処理単体で2倍から3倍の高速化を達成しています。入力中心への転換、インデックスの書き換え、バッチ並列化、そして共有メモリを活用したカーネルフュージョン。これらが完璧に噛み合ったとき、信じられないようなパフォーマンスが出るわけですね。はい、圧倒的な成果が出ました。では、その衝撃的なデータについて発表していきましょう。単一の H100GPU で Llama8B を学習させた場合、標準の ADAM-W が 76.34GB 消費し、元の PoET が 87.45GB でクラッシュしたとお話ししました。ええ。では、PoETX の究極のメモリ節約モードである PoETXMEM はどれくらいのメモリで収まったのか。結果はわずか 27.87GB です。驚異的ですよね。ADAM-W と比較して約3分の1という途方もないメモリ削減です。しかも、処理速度、スループットにおいても元の PoET と比較して約8倍に高速化されています。メモリの制約を回避しただけでなく、純粋な演算効率としても圧倒的な優位性を持っているということですね。さらに実用的な点として、PoETX には用途に合わせて選べる2つのバリエーションが用意されていますよね。はい。今話題に出た PoETXMEM は、勾配チェックポイントを活用して、計算の途中で不要になった中間データを一旦破棄し、逆電波の際に再計算を行うことで、メモリ消費を極限まで削るモードです。メモリも節約に特化しているわけですね。一方で、再計算による時間のロスを嫌う場合は、PoetX Fast というバリエーションが選択できます。こちらは、中間アクティベーションを保持するため、メモリー消費は 33.4GB と少し増えますが、その分処理速度がさらに速くなります。プロジェクトの制約がメモリー容量にあるのか、それとも計算時間にあるのかで、柔軟に使い分けられるのは素晴らしい設計です。これを全体像に結びつけて考えると、PoetX の真のポテンシャルは単一 GPU での効率化だけにとどまらないんです。と言いますと、モデルをさらに圧縮する量子化や複数の GPU を用いた分散学習の領域においても、このアルゴリズムは凄まじい威力を発揮します。論文の後半で検証されている PoetXQ ですね。ええ。重みデータを8ビットの低精度で保存しつつ、計算の瞬間だけカスタムカーネル内で精度を復元する仕組みです。一般的な量子化だと、勾配の精度が落ちてモデルの性能が劣化しがちですよね。でも PoetXQ の直行変換はそれ自体が強力な生息化として機能するんです。データを見るとメモリを極限まで節約しながらもフル精度の ADAM-W で学習させた場合を上回る検証パープレクシティを叩き出しています。つまり少ないメモリーでより精度の高い賢い AI が出来上がるということですね。分散学習でも効果は大きいんでしょうか？既存の常識を覆しますよ。ADAM-W のような従来手法で64個の GPU を使ったマルチノード学習をする場合、パラメーターや勾配を分散させる必要があります。これが GPU 間で常に膨大な通信オーバーヘッドを発生させて渋滞を起こすんです。通信がボトルネックになってしまうんですね。ところが PoetX はメモリー消費が極めて少ないため、モデルの全パラメーターとオプティマイザーの状態を個々の GPU に丸ごと収めることができてしまいます。ということは、パラメータを同期するための複雑で重い通信が不要になる。そうなんです。GPU の数を増やせば増やすほど理想的な線形に近い形で処理能力がスケールアップしていきます。通信渋滞を回避できるのは、大規模開発において計り知れないメリットですね。何より驚くべき事実は、PoetX の最適化をもってすれば、最大で130億パラメーターという巨大なモデルの事前学習でさえ、たった1枚の GPU 環境で対応できるということです。130B モデルが単一 GPU で。では結局のところ、これは何を意味するのでしょうか？ AI 開発における最大の足かせは、常に計算コストとハードウェアリソースの限界でしたからね。ええ。PoetX は、計算コストという AI 開発の最大のボトルネックの一つを打ち破り、理論上のパラメータ効率性と
現実の GPU におけるメモリ効率性との間にあった巨大なギャップを見事に埋め切りました。像を強引にガレージに押し込むのではなく、数学というメスを入れて、像の骨格を保ったまま、コンパクトに折りたたんだわけです。必要な時に本来の力を発揮させる方法を確立したと。ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。もし、かつてデータセンターが必要だった130億パラメータ規模の AI の事前学習がたった1枚の GPU で可能になったとすれば、はい。このアルゴリズムが巨大なテック企業の持つ何万機もの GPU を搭載したスーパーコンピューターに適用されたとき、一体何が起こるのでしょうか？考えただけでも恐ろしいほどのスケールですね。彼らが到達できるモデルのスケールは、ハードウェアの進化のペースを超えて、全く新しい次元へと跳躍するはずです。ええ、本当に。さらに今これを聞いているあなたにも想像してみてほしいんです。ハードウェアの限界がこれほどまでにソフトウェアの力で押し広げられるのであれば、近い将来、あなたが今仕事で使っているパーソナルなラップトップ PC を一晩起動させておくだけで、はい。あなただけの次世代 AI モデルをゼロから学習させられる日が来るのではないでしょうか。データセンターの奥深くにあった特権的な力が私たちのデスクの上へと降りてくるわけですね。そうです。AI の進化は、ハードウェアの巨大化から数学的なエレガントさへのシフトへと向かっているのかもしれません。あなたはどう思いますか？今回の技術の洗練がもたらす未来、非常に楽しみですね。今回のディープダイブは以上となります。また次回お会いしましょう。